皆様、本日はお久しぶりにつくねなんですけれども、今回は青じそとチーズを使って青じそチーズつくねそのまんま作っていきたいと思います。じゃあやっていきます。まずは今回鶏のひき肉 600g 用意してるんだけど、もも400に胸200の合いびきですね。でこれに対してネギ2分の1本、こちらちょっとブンブンしときます。正直ね、つくねもすごい簡単なんで2分の1本をブンブン。はい、ネギもうこれ入れちゃいます、容器の中に。で水洗いした大葉ちょっと水分切ってあげてね。そしたらちょっとこの下のこの茎の部分は捨てちゃって、こちらみじん切り、千切りかな。大葉でこちらももうちょっとほぐしながらボウルの中に入れちゃってていいよ。で今回中に入れるチーズ、こちらの裂けるチーズにしようと思ってます。もちろんね、とろけるチーズでもいいし、ミックスチーズか、ミックスチーズチーズでもいいよ。でこれだとちょっと大きいんで、一応今回はこちら縦に2分の1にカットして、で横にもカットと、こんな感じで。こうちゃん的にはこれが一番使いやすいんだよね。そう、料理にするときに中に入れるって考えたらやっぱこういう風にもうきっちりね形があるのと、あとスライスチーズをね全然いいんだけど、あれ一枚一枚袋から出してっていう作業がね個人的にねちょっとあんまり好きじゃなくてこっちの方が楽なんでこれでやります。中にね入れればいいだけなんで、その辺を皆さんお好みのチーズを使って。ではこの中にもひき肉全部入れちゃいます。ももが多めだと肉々しくなって、胸が多めだとヘルシーになります。よいしょ。ただパサつきもしやすいんだよね。そうだね、胸の方だとだからもも肉多めの方がおすすめです。そうジューシーな感じになってね。でここにお酒を大さじ2杯シュッシュッにあごだし、こちらが僕がいつもつくね作る時の隠し味なんだけど、大さじ2分の1入れます。これで一気にね風味も良くなって美味しいございますので、胡椒、まず胡椒はたっぷり、お塩はこのショット。はい、ただ今回チーズも入るんでね、チーズの塩味もあるんで、ただ胡椒はたっぷり。でも僕は今回ね塩とタレ両方作ろうと思ってるんだけど、タレの方にね結構ホワイトペッパーかけるのが好きなんで、そういう風に食べるのもおすすめですよ。でここに卵1個、卵は1個で大丈夫。卵の量が多いとねちょっと卵はつなぎ代わりに入れるんだけど、ちょっとねべちゃべちゃになっちゃって形作るの難しくなっちゃうんで、卵は1個で大丈夫。片栗粉こちら大さじ3杯入れます。1、2、3とこんな感じでもう材料全部ぶっ込んだら混ぜちゃいます。じゃあ混ぜます。ネギもしそも片栗粉も卵もいい感じに全部混ぜ合わせてあげてください。じゃあこちらでつくねの種は完成なので、こちらにじゃあどんどんチーズ包み込んでいきます。じゃあ形作っていくんだけど、今回バットにちょっと打ち粉、片栗粉でいいので、この上にどんどん出来上がったのを置いていこうかなと思います。でちょっと軽く手にね粉つけて、ほいつくねで、あんまり大きすぎるとね焼く時大変なんで、これくらいにしてチーズ入れて、はい。であとは今回はちょっとチーズが細長いんでちょっと棒状っぽい感じにします。はい、こんな感じで、チーズがあるだけどんどん作ってくれてもいいし、チーズが切れたらねチーズなしのつくねにしちゃっても全然いいので、はい、また同じようにチーズ入れたらもう中に包み込むようにして入れて、棒状にして、
こんな感じでどんどん作ってあげてください。でまあね、今回手打ち越したけどちょっとだけね手にね油つけたりしてもくっつかなくてやりやすいと思います。フライパンに油を少々引いときます。今回は米油にしよう。癖がね。そう、まあ、これはもうくっつかないようにっていうね。でこれ、今回はちゃんと両面軽く焼いた後水分入れて蒸し焼きにしようと思ってるので、中までねじっくり火を通してチーズもねとろけさせたいので。でまあところどころねチーズちょっと溢れてくるかもしれないんですけど、それはそれで味ですね。でそのチーズがちょっと焦げたらそこも美味しいんでね。じゃあフライパンが適度に温まっていい感じになったら中火で、わお水分が落ちたか。はい、どんどん入れていきます。まあとりあえずこれくらいの量で半分くらいで焼いちゃいます。まあ、ハンバーグとかほどね分厚くはないんで、表面さえきちんと固まればちょっとコロコロっと転がしてあげても崩れる心配がないと思うので。で今ね2分ぐらいだったんですけど、とりあえずちょっと一旦これでひっくり返します。あ、箸の方がやりやすいわ。この感じだとちょっと若干の三角っぽく感じになるから、でもう半面ひっくり返して2分ぐらいでいいかもね、火入れの時間は。ただ焼き色的にはいい感じになってるんで、じゃあ全面いい感じに焼けて、まあ目安としては2分だけど、まあ合計で5分ぐらいやれば大丈夫だと思います。蓋してこの後蒸し焼きにして火は通すんで。では最後ここにお水大さじ2杯入れて蓋をしてこれでもう2分蒸し焼きにします。でまああと少しで出来上がるんですけれども、まあね皆さんがお使いになっているフライパンとか、あと火加減がもしねちょっと難しいな不安だなと思う方は全部終わった後にいい感じにね電子レンジ600ワットでまあ30秒ぐらいチンしてあげると中のチーズはねしっかりとろけると思うので、逆にちょっと作りすぎちゃったなって時は温め直して食べる時もねチンしてあげれば中のチーズがとろけると思うのでおすすめです。成形した状態で冷凍保存にもできる、作り置き。そうだね、作り置きにもバッツリよ。あ、ちょっとチーズが漏れ始めてる。こんな感じで中からチーズが出てきているので、あ、いいね、チーズ火通ってんだなっていう目安にもなりますね。じゃあこれで火入れは完成なので、とりあえず残りも焼いちゃいます。では全部焼き終わったフライパンこのまんまでいいので火は一旦止めといてね、肉のうまみがね出てるんで。じゃあここにまずお酒を大さじ2杯、まあ結構跳ねると思うけどね。みりん、こちら大さじ3杯にしとこうかな今回は。お醤油も大さじ3杯。でここにお砂糖大さじ2杯、今回ザラメ使います。はい、そしたら火を中火で煮込みます。で煮込みすぎちゃうとすぐなんかちょっとねもう水飴ぐらいとろみがついちゃうんで、わかるかな、触った時にちょっと戻りが遅くなってる。これモーセの10回みたいな時がね、こんな感じでちょっと戻りが遅くなってきたらもうこれくらいでいいので、じゃあ弱火にして再度こちら今回これはタレ用の方ですね、つくね戻して絡めちゃいます。でほんの一煮立ちここの中でさせてあげればまたちょっとチーズにもね再度再加熱状態です。こちらでタレバージョンは完成です。塩の方はね後から上から岩塩とかを振ってあげればいいので、じゃあこちらで実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。これは俺も塩からいっていい。あ、そもそもまずちょっと待って、これだけ一回つけちゃっていい？そう、おにぎりもあるんです。そうです。これを持ちながら
食べるという最高のじゃあいいですか、はい、じゃあいただきますか。じゃあ俺はでかいタレの方でいくね。じゃあいただきますいただきます。お、うんふんうんふんうんふん。めちゃくちゃうまい。最高の組み合わせすごいしその風味が最高。もう下味がしっかりしてあるからマジで美味しいです。うわ俺本当に今まで食べたしそのつくね系で一番好き。マジでうまいよこいちゃん。あもう下タレついちゃってるけど、じゃあちょっとこちら塩の方ね。塩めっちゃうまいよ。お、十分味がする。あ、最高。こっちの方がやっぱりしその香りがすごいする。僕たち2人とも絶対タレなんですよ、でもこれだったら僕塩も頼むレベルでめっちゃうまい。美味しい。ちょっとだけね、ホワイトペッパーね。このタレにはねホワイトペッパーあるんですよ。ブラックじゃないよ、ホワイトだよ。ちょっと結構かかったからぐらいかけちゃって、よいしょ。いきます。ちょっと俺もタレいっちゃおうかな。マジ。いただきます。優勝。幸せすぎる。なんかおつまみとして食べるんだったらさ、塩の方がさ、ちょっとシンプルで美味しいんだけど、やっぱ米のおかずってなるとさ、タレがやっぱすごいね。おにぎりめっちゃうまいんだけど。おにぎりの方が好きなんだけど、何なんだろうな、この。でもわかる。俺もホワイトペッパーつけよう。次ちょっとこの炊きたての白米の方でいきますね。何なんだろうな、おにぎりって冷えても美味しいのって不思議だよね。うまいよね。じゃあいただきます。抜群だよ。うまっ。ホワイトペッパーやばいわこうちゃん。やばいよね、ホワイトペッパー。もう一回塩食べていい？マジ塩上の部分塩で下の部分食べるうまいよ。俺もじゃあもう一個の塩もらおう。ちょっとここに残ってた。そう。うわほんとおつまみって感じ。なんだろうな。なんだろう、やっぱ絶妙なんだよね。もうお肉の加減とかもこのさ、塩だとやっぱりこのしその感じなんだけど、肉もわかるじゃん。わかる。味としてちゃんと、やっぱりタレはね、タレの美味しさも相まってなんだけど、やっぱこっちは素材の味が分かりやすいっていうのがいいね。あと焼き目の感じもすごい感じられる。塩だとうまっ。マジでめっちゃ好きなんだけど、マジみんなこうちゃんのつくねマジで作ってみて。もちろんさ、つくねってさどこ食べても美味しいんだけど、そこの1個上行くから、ワンランク上行くから絶対味が本当にうまい。マジうまいよ。さりげなく卵つけてんだけど、黄身、卵の黄身もやっぱりね合うよ。うまっ。
チーズ入れたら抜群になるね、うんシソとチーズってなんでこんな合うんだろうね。うまっ。なんか大きいの食べてたよね最後。最後こうちゃんに仕方ねえな。仕方ねえな。これでもマジ美味しいわ。倍量あっても食べれた。全然食べれるわ、ねじゃあラストごめんね、いただきます。鶏残ってないけどマジでタレで食えるんだよね、もう。うんマジで美味しかった。ということで本日はですね、もうあっという間にね米4合分なくなっちゃうぐらい本当にね美味しい青じそチーズつくねをこうちゃん作っていただいたんですけども、今までね何度かつくね作っていただいてるんですよ、こうちゃんに。もう全部美味しいんですけど、それぞれねやっぱりちょこっと入れてる具材変えてるだけで全然また変わってくるし、で今回のやつはもうすごいガツンとくるんだけど、やっぱしそが入ってるからねめっちゃさっぱりして食べられるし、すっごく美味しいですね。で今まではタレで全部作ってるんですけど、今回塩も入れてくれてるんだけど、やっぱしそとチーズが入ってるから十分おつまみとして成立してるし、下味をこうちゃんがね隠し味でねあごだしも入れてくれてるんで、それが効いてることもあるって、もうめちゃくちゃそれだけで超美味しいです。まあタレはねもう間違いなく美味しいし、もう卵黄つけて食べていただくもそうなんですけど、僕たちがね前回もおすすめしているこのホワイトペッパー、こちらをねかけるとよりねやみつきになって美味しいと思うんで、ぜひ試していただきたいなと思います。はい、本当に美味しかったです。本当に美味しかったです。最高です。はい、以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。